ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。リプレイ宮城公演が終わり、羽生結弦選手の単独アイスショーリプレイ4公演が大成功に終わり、ノッテステラータ2023年に加えてプロローグギフトのブルーレイ DVD 発売と華々しい活躍を続けていますよね。本気でやります。そうなんです。今も本気でフィギュアスケートに向き合っている羽生選手です。いや大変だね。ですね。でもハードな練習や新しいプログラムの構想など毎日忙しい日々を送っていると思います。私たちは羽生選手の言葉をよく聞いているのでこのことがよく分かっていますが、世間の人たちは羽生結弦のアイスショーはなぜ独り勝ちしているのか、そう思っている人も多くいらっしゃると思いますそこで羽生選手の応援を2011年からしているフィギエモンが、なぜ羽生結弦選手だけが大成功しているのか徹底解剖していこうと思います。本当に？はい、実はフィギュアスケートって結構特殊な競技なんです。フィギュアスケート界では当たり前のことだけど一般的にはありえない、そういうことが結構あったりするんですよね。本当にフィギエモンはフィギュアスケート界の人間ではないので、立場的に言えないことは何もありません。関係者が分かっていても言わないこと、つまり言いにくいこともはっきり言っちゃいます。そしてフィギエモンが実際にお金を出す側だからこそ分かることを踏まえて、羽生選手の大成功の理由の真実をお話しちゃいます。やばい、楽しいでしょ？全部言っちゃうよ。すごい。動画最後には久々の今週の羽生ライフ、今週じゃないかもしれないんですが、地道に楽しんでいるまだご紹介していない羽生ライフをご紹介しちゃいます。本当にありがとうございます。なので最後までぜひ楽しんでみてくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。ポチ。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録するとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。はい。また2021年9月に始まったメンバーシップでは4月23日で31ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。ってことで今日はなぜ日本のアイスショーで唯一大成功したのか、この理由を5項目でがっつりしっかりお話ししていこうと思います。1、羽生結弦だけを見たい。2、フィギエモンがアイスショーに多くのお金を使うわけ。3、影響力は世界共通の武器。4、みんなが幸せになる価格設定。5、フィードバックの真実。この5項目でやっていきますのでよろしくお願いします。 OK。 このような視点からお話ししていることを今まで私は見たことがありません。ぜひファン目線の真実を聞いていただけたらなと思います。よかったら楽しんでください。1、羽生結弦だけを見たい。まあね、このことって今となってはファンの間では当たり前だよねってなってることだったりします。そしてその理由は技術と才能が飛び抜けているという言葉に集約されます。フィギエモンはもともとフィギュアスケートのファンです。男子、女子、ペア、アイスダンス全部見るっていう、そういうファンでした。フィギュアスケートって時代によって面白い競技が違うんですよね。かなり。実際にフィギエモンは女子シングルの伊藤みどり、オクサナ・バイオル、
ペアのゴルデワ・グリンコフ組、男子シングルのビクトール・ペトレンコ、アレクセイ・ヤグディン、アイスダンスのクリモワ・ポノマレンコ組、ウソワ・ズーリン組などが好きでよく見ていました。素敵な演技をする選手、ペアが時代によっては異なるんですよね。僕もそうだと思います。私は羽生選手が生まれる前からフィギュアスケートのファンなので、今羽生結弦だけ見たい、そんな風になるとはフィギュアスケートを見始めた頃には想像もできなかったわけです。本当に思っています。そんな中で結構経ってから出てきた羽生選手なんですが、出始めた時から今まで変わらず見たいと思う理由、それが体が女性並みに柔らかいからなんですよね。採点競技ってやっぱり体で表現するわけなんで、可動範囲が大きい方がどうしても有利です。単純に柔らかいってとっても大きな魅力なんですよね。本当にありがとうございます。私が長いフィギュアスケートを見てきた中で、男子シングルの選手、この中で一番体が柔らかいのが羽生選手だと思います。体が柔らかい選手権で金メダルです。やっと来た。これってみんなが思ってるより大事なことなんです。フィギュアスケートはみんなが思うよりも顔の良さって実はそこまで大事じゃなかったりします。理由は滑っていると顔が流れてよく見えないことが多いからです。フィギュアスケートって他の競技に比べて動きが格段に速いので顔が見えないです。なんで大事なことはっていうと、やっぱり体の柔らかさとシルエット、顔はよく見えないけどなんだか綺麗、そこが一番重要になってくるんですが、羽生選手の場合は顔も良かったという素晴らしいおまけがついてきました。わかんねえや。本当に分かってないのかは怪しいですが、やっぱり体の柔らかさは羽生選手だけを見てみたいという大きな理由になるわけです。 OK。 次に技術と才能が飛び抜けている理由に、難易度が高いジャンプが今でも美しく飛べるということがあります。個人的にアイスショーの場合、ジャンプの難易度はそこまで重要視していません。ただ2回転より3回転、3回転よりも4回転の方が単純にすごいとはなりますし、そのジャンプが美しく音楽との調和、強いてはプログラムの一部になっている場合は畏敬の念すら抱きます。他の選手はプロになるとジャンプがいまいちという場合も多くて、それがちょっと残念だなって思うこともしばしばあるんですよね。それに対して羽生選手の場合は見ていて残念だなと思うことが全くない。これは他の選手と大きく違うところです。難易度の高いジャンプが今でも美しく飛べる技術を持っている、そのことが羽生結弦だけを見たいという気持ちに大きく関係していると思うのです。 OK。 次に技術と才能が飛び抜けているところは天性のリズム感です。これが挙げられますよね。フィギュアスケートの新人発掘の延山合宿で音楽に合わせて踊る課題をテレビで見たことがあるんですが、フィギュアスケートという競技はやっぱり音楽ありきなんですね。スケートと音楽の一体感、強いてはその表現における個性、これが大事になってきます。いやー、これもうちょっと極めたいわ。だからこそ羽生選手がもともと持っているリズム感は大きな才能の一つとなります。見に来てね。羽生選手の演技に没入することができる私たち、それは何でか、リズム感があるから。もし羽生選手が動きと音がちょっとでもずれていたら、フィギュアモンだったら気持ち悪さを感じるどころか、この演技あんまりだなとなってしまうかもしれません。やっぱりそれくらい羽生選手がリズム感がなく同じ演技をした場合、プログラムへの没入感が全く違ってくる結果になることは簡単に予想できるのです。まとめると、技術と才能が飛び抜けている理由は、体が女性並みに柔らかい、難易度が高いジャンプが今でも美しく飛べる、天性のリズム感がプログラムへの没入感を生んでいるということになり、このようにさまざまな要素のポテンシャルの高さが揃う人間ということになり、このようにさまざまな要素のポテンシャルの高さが揃う人間そのものが奇跡だから、羽生結弦選手だけを見たいという結果になるんですよね。 OK。
他にも羽生結弦だけを見たい理由があります。それはパフォーマンスの美しさです。これは先ほどお話しした体が柔らかいことも関係しています。可動範囲が大きいからこそ全ての動きに美しさを出すことができます。皆さん、ビールマンスピンってすごいなーって思いますよね。あれって男子シングルではかなりレアな技なんですが、女子シングルでビールマンスピンを美しく速く回っている選手のエレメンツを見ると、手放しに美しくてすごいと思うのではないでしょうか。かなり。羽生選手はこのビールマンスピンを29歳になる今でも取り入れることができているんです。本当すごいことなんですが、ビールマンスピン一つの技だけ見てもパフォーマンスの美しさを表現していることがわかるのではないでしょうか。 OK。 そしてパフォーマンスの美しさの秘訣はまだあります。それは羽生選手自身が360度どこから見ても美しいを目指しているということにあります。人間まずは意識することから始まります。スケートがうまく滑れるようになりたい、ビールマンスピンができるようになりたい、4回転ジャンプを飛べるようになりたい、いろんな欲求があると思いますが、まずはこれをやりたいと思うところから全ては始まります。逆に言うと、その意識がなければできるようになることはまずないでしょう。プロになった今、羽生選手にできないことはかなり少なくなってきているとは思いますが、360度どこから見ても美しいを目指しているとインタビューで答えていることを思い出します。競技ではジャッジに向けて演技をします。だからジャッジが見えないところでたとえ汚いポジションでいようとも得点に全く関係ないわけです。ですがプロになった今、観客が360度埋まっている、そんな状況も多々あります。そして観客に向けて演技を披露しているわけです。そんな時、360度どこから見ても美しいを目指している羽生選手はやっぱりどこから見ても美しく、それはまず初めにこの意図から始まっていると言えるでしょう。私の記憶では360度どこから見ても美しいを目指していると公言したのは羽生選手だけだと思います。他にもいるかもしれませんが、まずは自分のありたい目標を掲げている、このことが羽生選手だけ見たいと思わせる理由だとフィギエモンは思うのです。 OK。 そしてまだまだ羽生選手だけ見たいがあります。それはオリンピック2連覇の実績です。フィギュアスケート男子シングルで初の金メダルを獲得した羽生選手、しかも2連覇を成し遂げました。単純に並の人間じゃないだろうことは想像できますよね。フィギエモンのようなフィギュアスケートファンだけでなく、日本のテレビを見ている人ならおそらく 100% 知っているだろう羽生結弦という人物。一度生で見たい、そう思うものではないでしょうか。実際にフィギュアスケートファンではない友人に羽生結弦のアイスショーを見てみたいと聞くと、ほぼ全員が見てみたいと言います。でもチケットが取れなさそうだから取れたら一緒に行こう、そういう人が多いんです。私の周りはそういう反応ですが、これ他の人にも結構当てはまっているような気がします。羽生選手のファンでなくても見てみたいと思わせる、それが羽生選手だけ見たいにつながっているんですね。 OK。 まだまだ羽生選手だけ見たい理由はあるんですが、延々と話すことになってしまうので次に行こうと思います。いやー、やりたいんですけどOK。 2、フィギエモンがアイスショーに多くのお金を使うわけ。この理由をお話ししていきます。アイスショーって結構値段高いですよね。近年インフレや円安の影響もあって全ての価格が高騰している状況です。そんな中、もともと値段が高いアイスショーのチケット代も全体的にアップしています。特に羽生選手のアイスショーにおいては他のアイスショーに比べても最高レベルの金額ではないかと思うのです。私が見た中では一番高くてノッテステラータの写真集付きのプレミア席で43,000円というものがありました。これはチケット代なのでツアーになるともっともっと高い値段になります。実際にフィギエモンがノッテステラータで取ったチケットはアリーナ席の写真集付きで34,000円、最終日はスタンド席が取れたので21,000円、リハーサルチケットが7,000円、
チケットはいろんな料金がここから追加されるので、だいたい1枚につき1000円ちょっとはプラスの料金を支払ってます。で、新幹線代が約2万円、宿泊費が1万2000円、これでだいたい10万円弱の金額になります。遠征して2日間ショーを見ると、これぐらいの価格はかかってしまうということをノッテステラータを例にご紹介しました。いや、大変だね。飲食代や会場までのタクシー代などはここに入ってないですし、ホテル代も今回はかなり安く抑えられています。それでこの値段ですから、2日間で10万円と考えると結構高いなって印象を持たれる方が多いのではないでしょうか。はい。一般的に考えて夏休みの旅行代とかいうのだったら10万円はそこまで高くないかもしれません。でもアイスショー行かれてる方は毎月これぐらいの遠征費がかかるということなので、結構な値段払って経済効果を生み出しているわけです。やっててよかったです。ではどうして高いお金と自分の時間を使ってまでアイスショーに足しげく通うのか。それは一言で言うと、唯一無二の体験ができるからなんですよね。ご覧ください。ここでしか味わえない体験だからです。そして一度でも羽生選手のアイスショーに行った方は生で見る体験が唯一無二であることを知っています。今羽生選手のアイスショーに行く方の多くは今まで羽生選手のアイスショーに行った経験があると思います。1回目という人は全体的に見ると少数だと会場の雰囲気でわかるのです。そうなると羽生選手のアイスショーはリピーターが支えている、そういうことになります。なぜリピーターになるのか。それは簡単です。前回のアイスショーで素晴らしい体験をさせてくれたから、高いお金を払っても見合うものをアイスショーを観戦することで得られたということになります。このショーを楽しんでいただけたらと思っています。ここで質問です。皆さんは今何のために生きていますか？壮大な質問でびっくりしたと思いますが、これ今お話しすることにめっちゃ関係しているんです。フィギュアモンは皆さんに羽生結弦選手を通して人生を楽しんでほしいと思ってこのチャンネルフィギュアモンの地球儀を運営しているんですが、結局それは自分が生きている実感を得ることができるから、実際はめちゃくちゃ大変なんですが何年もやってるんですよね。頑張る。それと同じように羽生選手のアイスショーに行くと、アイスショーの情報を仕入れてチケット取りから始まり、アイスショーが終わるまでの全てが生きている実感を得ることができています。簡単に取れないチケットの当落に一喜一憂したり、どうしても取りたいチケットの早い者勝ちで時間になるまで手を震わせたり、手を震わせるほど欲しいものってこの年になるとなかなかないものです。そしてチケットを手に入れた時の高揚感、チケット取るの大変っていうことを聞いて、僕としてはそんなに需要あるのかって。実際にアイスショーに行くまで仕入れる情報にワクワクしながら現地に行って、知らないファンを横目にお話ししたりお友達になったり、そしてアイスショー自体は没入することができる素晴らしい構成に気配り、この一連の流れが生きている実感を持つことができるゆえんなんですよね。そもそもチケットが簡単に手に入らないのは羽生選手のアイスショーだけです。ありがとうございます。だからこそフィギュアモンは何度でも羽生選手の出演するアイスショーに通うし、お金を払うのです。皆さんも一緒なのではないでしょうか。だからフィギュアモンは次のアイスショーの情報をいつも待っています。 OK。 では次に3、影響力は世界共通の武器。このことについてお話ししていきます。影響力って何？そう思った方はいらっしゃいますよね。影響力とは簡単に言うと人に与える影響です。この力の大きさですね。いわゆる有名人と言われる人は影響力があると言われています。そしてその影響力には指数があり、どれぐらい影響力があるかを近年では SNS のフォロワー数で測るようになりました。例えばみかんの筋を食べると痩せるという情報をただ友人から聞くだけよりも、お医者さんが勧めるダイエット効果のあるみかんの筋って言われた方がなんだか効きそうな気がしますよね。このことが物を買う決断の時に大きな影響が出てくるのです。では羽生結弦の影響力は？これは全世界で見られるオリンピックに連覇したという事実が多大な影響力を与えています。まずここありきだと言えるでしょう。
フィギュアスケート選手は幼少の頃から上手い人は選手を目指し、オリンピック金メダルを目指します。これは今までのフィギュアスケート界のセオリーです。システムが変わらなければここが崩れることはありません。ということは、フィギュアスケートをやる者にとって一番の影響力を持てる方法はオリンピックで金メダルを取るほかないわけです。これがあってこそ影響力が得られるし、プロになってから生で見たいと思わせる一つの大きな要因となり得ます。はい。隣町のフィギュアスケートをやっている男の子が 4A が飛べるらしいよ、そう聞いたとしても、名も知れない男の子に例えば3万円弱の値段を払ってアイスショーに行こうとは思わないでしょう。人間はそういうものなのです。だから今の現役選手にスター選手がいないのはオリンピック金メダリストがいないからという根本的な原因があります。オリンピック金メダリストになっても全員がスター選手になれるわけではありません。そして羽生選手はオリンピック2連覇しています。そこが根本的に他の選手との大きな違いであり、そこを小さい頃から目指す決断こそが今の羽生選手の影響力につながっているのです。僕もそうだと思います。では次にアイスショーの価格についてお話ししていきます。4、みんなが幸せになる価格設定。さて、タイトルに日本のアイスショーで唯一大成功したのはと書かせていただいたんですが、もしかしたら語弊があるかもしれません。成功しているアイスショーは他にもあるよ、そう思った方もいらっしゃいますよね。そう、成功はあると思います。でも大成功と言えるのは羽生結弦選手の企画したアイスショーだけだと断言できます。なんで断言できるのか、それは価格設定にあります。フィゲモンは羽生選手がどうやってアイスショーのチケットの価格を決めているのか直接聞いたわけではありません。だから今からお話しすることは実際の価格を見て推測にはなりますが、実際の価格からさまざまなことを知ることができるのです。 OK。 羽生結弦選手の単独アイスショーについて考えていきます。単独アイスショーというのは文字通り出演するのは羽生選手ただ一人、他の選手誰一人として出演しません。だから出演料というのが発生しないんですよね。運営側から考えると出演料がかからないことはとても良いことだと言えます。アイスショーの演出にお金をかけることができるからです。でも羽生選手は今まで誰もやったことがないアイスショー、これを目指してプロジェクションマッピングや音響機材、大きな画面のモニター、複数のモニターなどをアイスショーの世界観を徹底的に作り上げることにお金を注いでいます。また見に行きたいと思わせることができるようなアイスショー作り、このために惜しむことなく追求して作り上げていたと思います。大好きなので。でもスケートリンクのない会場に氷を張るためには何日もその会場を借りることになります。その会場費用は規模の大きな会場であればあるほど驚くほど高額です。その費用、そしてスタッフに対して支払う費用、もろもろ考えた時、アイスショーが終わり収益が上がることが次のアイスショーへとつながり、ファンが喜ぶ、この循環を成り立たせることができる金額がおそらくリプレイのチケット料金ではないかと思うのです。ではそのチケット料金をご紹介してみます。 OK。 プレミア席、これ一番前の席ですね、3万円。アリーナ席2万8000円。スタンド SS 席2万4000円。スタンド S 席2万2000円。スタンド A 席1万9000円。スタンド B 席1万6000円。この価格がどの会場でも一定でした。会場によっては A 席と B 席がないところもありましたので、大体の人が2万円以上支払いアイスショーを見ていたことになります。正直な話、価格だけを見るとスタンド S 席レベルで2万円以上という価格は高いなと印象を持つのが普通の感覚かもしれません。でも実際に足を運んだ人の感想は、料金はだと、そうアンケートに回答した人がとても多かったのではないかと推測できます。ヒゲモンは料金についてのアンケートは妥当と回答しました。アイスショーを開催するのは氷を張らなければならないため、会場を何日も借りることになること、
会場の多くの場所をスケートリンクにするため席が少なくなってしまうというマイナスの部分をチケット代で回収するビジネスモデルなんですが、多くの観客が入らなければそのアイスショーは赤字になってしまいます。頑張る。ですがチケット代が高くなればなるほど観客が求めるものは高くなり、アイスショーのクオリティも求められるのは当然です。そんな難しい問題をクリアしながら、しかもスタッフに支払う料金もこのチケット料金で満員になれば十分な金額を支払うことができるでしょう。そうなると次回にまた頑張ろうという意識がスタッフにも生まれ、良い循環スパイラルに入ることができますよね。チケット料金は安ければいいわけではない。それは言っておきたいと思います。世界最高のエンターテインメントを見せて、それでチケット代が2000円とかだったら世界最高じゃない人に怒られちゃいますかなり。金額に妥当というものは存在し、その妥当な金額を設定しているかどうかがアイスショーなど生活必需品以外のものには顕著に売れ行きに関係してくるのです。テンパってます。そういう意味で羽生結弦アイスショーは満員御礼であり、その証拠に注釈席が毎回出てきている。チケットがその価格で売れているという事実こそが適正価格、もしくは少し安めという裏付けになっていると思います。では羽生結弦選手のアイスショーはなぜそこまで妥当な価格のチケット料金が設定できているのでしょうか。改めまして。5、フィードバックの真実。最後の項目に移ります。フィードバック。そう、それは見ている私たちのフィードバックです。羽生結弦選手のアイスショーはプロになって初回のプロローグからショー後に必ずアンケートが送られてきました。そのアンケートはチケット料金についての感想はもちろん、見たいプログラム、欲しいグッズ、全体的な感想などパパッと答えるような内容ではない濃いアンケート問題でしたアイスショーは見ている人のため、それをちゃんと実行しているのがこのアンケートであり、実際に一人一人の回答が次回のアイスショーに反映されています。実際フィギュアモンはライブ配信でノッテステラータのアリーナ席が狭くて段差がなさすぎて前の人の頭でスケートリンクが見えないっていうことを伝えたところ、同会場で開催された1ヶ月後のリプレイで改善されていました。これは驚くべき早い対応であり、他のアイスショーでここまで一人の声を反映してくれる例を私は知りません。その他にも会場を明るくして演技が見たいという要望にも最初の段階から取り入れてくれましたし、公式練習が面白い。これは羽生選手に限ることなんですが、これを取り入れてくれるのは本当にファンとして嬉しい限りです。電気がね、明るいとよく見えますからね。あとは何だろう。欲を言えば競技会と同じ明るさで見たいっていうのはあるんですが、そのうちこれも実現するかもしれないですね。あれみたいな。OK。根本的なところを言えば、アイスショーで羽生結弦だけ見たいという無理ゲーな要望に何回も応えてくれている。それこそが羽生結弦選手が唯一日本のアイスショーを大成功している理由ではないかと思います。いろんな理由をお話ししてきましたが、観客がより見たいと思うことを追求してそれを本当に見せる。そしてどんどん完璧に近いものにしていく姿勢。これに尽きるのではないでしょうか。そのために高いお金が必要なら払うし、お金を払いたくないと思えばチケットを買わないだけです。シンプルなことですよね。他の失敗しているアイスショーは観客の心をつかめていない、掴もうとしていない、そういうことなのです。羽生選手は確かに特別に素晴らしいフィギュアスケーターですが、ただ素晴らしいだけでなく向く方向が合っている。だから大成功し続けているのだと思います。最後にまとめると、なぜ日本のアイスショーで唯一羽生選手が大成功したのか。それは1、羽生結弦だけを見たいと思わせることができているから。2、財布の紐を開ける才能が羽生選手にはあるから。3、影響力は今や世界最高の武器だから。4、全員が幸せになる価格設定をしているから。5、羽生選手の向く方向が観客だからとフィギュアモンは思います。これを聞いて皆さんどう思われたでしょうか。ぜひコメント欄にコメントしてみてくださいね。 OK。 ということで、ここからはフィギュアモン今週、いや先月の羽生ライフ
ってことで、はい、仙台4月10日に、行った時にですね、七北公園、こちらに行ってきました。まずは仙台駅から南北線地下鉄ですね、こちらに乗って向かいます。このエスカレーターですね、心なしか仙台ってゆっくりなんですよね。これ倍速してないんですが、結構ゆっくりだなという印象です。はい、こう歩いてる人もね、結構ゆっくりなんですよ。この看板がね、前回実は行ってるんですが、この看板がすごい印象的でした。で、最寄りの駅に着きました。泉中央駅ですね。意外とね、車通ってますよね。で、こんな感じ。すごい道が広くて歩きやすい、そんな感じの道路ですね。で、こちら公園にかなり入ってるのが風景でわかると思うんですけど、すごいこう周り緑が豊かでいいですよね。今はこういう色なんですけど、季節によってね、かなり草の木の色ですね、これが変わってくるんじゃないかなっていうところで、いつ行っても楽しめる、そんな公園なんじゃないかなと思います。こう広くてね、のんびりできる感じがいいですよね。そしてこちらの緑も美しいですね。関東とね、ちょっと違うような木がある、そんなイメージです。で、入り口のところにこんな感じで、いろいろねやってて、この羽生選手を称える桜、この看板もねありました。もちろんお目当ては柚子桜です。こんな感じで、なんかやっぱり広くこう広場が取られている公園っていいですよね。で、お花もこんな感じでこうこじんまりと植えてある、そんな感じなんですが、可愛いですね。風でヒラヒラしてます。羽生選手の衣装みたいですね。はい、すごい綺麗。やっぱり植物っていうのはその土地のね、なんか特色というか、そういうのが出るんじゃないかなと思って、やっぱりちょっと関東とは何かがわかんないんですけど、違うような、そんな感じのイメージでしたね。で、こんなだだっ広い感じののんびりした雰囲気がこの映像だけでも伝わるんじゃないでしょうか。いいよね。そしてこれが柚子桜です。なんとですね、満開の日に訪れることができました。本当に美しいですよね。いやー、なんかね、ピンクの中でも天と地との衣装の桜、そんな感じの色ですよね。いや、桃色って感じですね。フィゲモの近くのね、こう桜の木は結構薄い色の花びらが多いんですけど、ここまで鮮やかな桃色っていうのは見たことなかったですね。で、特にですね、昨年私こちらの花が咲いてない木を見てただけにですね、こんなに桜つくもんなんだと思って、すごいびっくりしましたね。で、周りに咲いてるネモフィラです。これもね、なんか季節だからめちゃめちゃこう元気な感じで可愛いよね。今拡大してるのでものすごくこう綺麗な感じで出てるとは思うんですけど、めちゃくちゃちっちゃい花なんで、本当にね、指先みたいな、そんな感じの大きさしかないんですが、はいね、こうやって一つ一つはちっちゃいんだけど、周りが同じようなお花がいっぱいあるということで、はいでね、先ほども言ったんですが、6月3日、昨年の6月3日に行った時の柚子桜の様子なんですが、見て、これ全然違うでしょ。これ柚子桜なんですよ。びっくりですよね。どこの南国かと思ったでしょ
いやー、これね6月だからこんな感じで青々としてるんですけど、冬は冬でもうね枯れ木で何にもついてないみたいな感じだから、本当に季節によってね全然こう見え方が違う。桜って不思議だなーなんて思ったりするんですけど、このね羽生選手のオリンピック2連覇の偉業をたたえここに植樹するってねいう感じで書かれてますが、本当にねいつ行っても割とこう見てる方がたくさんいらっしゃって、この桜が柚子桜が愛されてるなと思ったりしますね。いいよね。でもあの桜と同じとは全然思えないですね。ただですね、この公園本当にこの柚子桜も素敵なんですが、周りも本当に素敵で、ご覧になってわかると思うんですけど、噴水があったりとか、この水辺とかねめちゃめちゃのどかな感じで、のどかというかちょっとヨーロッパ風というかね、この木の感じがね綺麗でしょ。木がめちゃくちゃで、水辺がねこうなんだろうね、ゆらゆら揺れてるこの感じがただ見てるだけで癒される、そんな感じの公園ですね。で、松ぼっくりねあって、それがね東京というか関東の松ぼっくりと全然違くてちっちゃいんですよね。これ見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっと撮っちゃいました。でちょっと進むとまた違う種類の桜があって、これはこれでねめちゃくちゃ素敵なんですけど、左奥の方はね竹なんですよね。でこちらはちょっと花びらの色が薄いタイプの桜ですね。こんな感じでこう撮影してみると雅やかでしょ素敵なんですよ。360度結構素敵なんですよね、この場所って。だからねこう一人でのんびりのほんと何にも考えなくているっていうのもめちゃめちゃ良さそうだなと思ったりします。本を持ってって読んだりとか、そんな感じの時間が過ごせたらいいななんて思うんですが、なかなかねそこまでの時間取れないんですが、めちゃくちゃ素敵でしょねえ。桜がさ見事ですよね。で竹で、こんな花もなんかこっちと違う。 OK。 はい、この白いお花もね見事でしょ。この微妙なピンクもで、最後にですねカフェでこのオムライスを食べたんですが出てくるのめちゃめちゃ時間がかかってましたね。やっぱり羽生選手のねリプレイの終わった次の日だったんで、かなり柚子桜見に来てる人が多かったんで、でもこれもね美味しかったですよ。はい、この柚子桜綺麗だね。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は羽生結弦選手はなぜ日本のアイスショーで唯一大成功したのかということについてお話ししていきました。巷で事実ではないことが公然と言われたりすることがあります。そんなことを時々耳にして違うのにな、そういう気持ちが前々からあり、それを今回実際にお金を払っている私たちの意見をまとめてみよう、そう思ってこの動画を作りました。お金を払うという行為は価値の提供を受けるということです。この価値に見合わないものは即座に売れなくなるし、人の行動って本当に顕著なんです。羽生選手が大成功するのは人気だからだけではない、そうみんなに知っておいてほしいなと思いますです。ということで今日はこの辺で。フィギエモンでした。さようなら。またねー。